ご視聴ありがとうございます。今回は新幹線の開業に沸き立つあの街の路面電車のご紹介です。全国唯一のはずの施設が2つある事情を、その歴史と現地の映像とともにお届けしていきます。この光景に変化が生じそうになっている理由とは一体どこにあるのでしょうか。ここは長崎電気軌道の主要電停の一つ、市民会館停留場です。今映っている5号系統の車両の先で、複線の軌道2組が合流します。直線側が4号系統と5号系統で、分岐側が3号系統です。系統によってホームが分かれている一方、乗り継ぎ割引があります。路線図がこちらです。系統は1号から5号までの4種類。2号系統は遠回りとなることもあって実質的に消滅状態となり、系統案内には載っていません。また、中心街から逸れた場所を通る4号系統の利用者数が減少したことから、今年9月1日から本数が大幅に減らされ、朝夕合わせて12往復のみの運用に縮小され、利便性低下を補うため、一部の停留場が IC カードでの乗り換え可能な電停に追加されました。なお、4号系統の終点である、1968年に開業した総福寺停留場の地味ながらも歴史と見どころ満載の様子を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。もともと山がちな地形である長崎では、幅の広い幹線道路を張り巡らす余地が乏しかったこともあり、市内中心部や観光地を結ぶ路面電車の役割が大きくなっています。一時は他の都市と同じく全線廃線も議論されていましたが、会社が電車の優位性を訴え続けたこともあって廃線は免れることができ、また、国内の路面電車としては珍しく、今日まで廃線を出していません。正面に停車しているのは、2017年4月にデビューした水戸岡英二さんデザインの車両、港です。製造されたのは1953年と、すでに70年近くが経過している車両ですが、一方で新型の連接車両も運行されています。そしてこの電停の先では、これまで見てきた光景とは違い、両脇の車道が高さを上げており、軌道はトンネルに吸い込まれています。3号系統、赤坂行きの列車が到着です。3号系統は長崎電気の中でも利用客数の多い系統の一つということで、車内はそれなりに混雑しています。発車してほどなく交差点を抜けると、先ほどのカットに映っていた道路が高さを上げていきます。そして側面と天井が覆われ、視界は一気に暗くなります。ただし天井部分は鋼材を組み合わせた部材でできており、トンネルの天井とは違います。時期に天井の作りが変わり、都市部の地下鉄トンネルでも見かける細長い部材を並べたタイプになりますが、形態はまたすぐに変わります。側壁が斜めになって高さを下げ始めると、天井の部材を支える柱が等間隔で現れ、側面と底面が構造的に独立していることがわかります。奥の建物までは距離があるらしく、木々が植わっています。側壁の高さが下がりきったところで底面もなくなり、光が差し込んできます。時間にしておよそ30秒程度、トンネル状になった部分はここまでのようですね。そしてこの信号を越えて70メートル程度の場所にあるのが、次の桜町停留場。市民会館からものの2分もかからず到着です。後ろの方へと進みます。皆さんお気づきだと思いますが、暗がり区間の大半を占めていたのは、もちろんトンネルではありません。この先にある、軌道磁器の上に居座る三角屋根の建物、それが、市営桜町パーキングです。先ほどの車窓に映っていた進行方向右側とは違い、左側は車道がぴったり張り付いており、坂道を車が降りてきます。こうして見ると、切通しの上に駐車場の構造物が張り出しているような感じです。その途中で、再び3号系統の列車に遭遇です。隣には自動車も見えますね。そしてここをさらに進むと、駐車場の建物も軌道に沿って右にカーブしています。道路の奥からは路線バスが結構な勢いで走ってきて、タクシーなどが後ろに続きます。道路は最後にぐぐっと高さを上げ、市内の幹線道路の一つ、市役所通りに合流です。この市役所通りは、先ほど私が乗っていた列車が通る軌道と、市民会館寄りの場所で立体交差しています。軌道を越えるためだけに立体交差にしたわけではなく、もともと山がちな地形である長崎において、道路に高低差がある状況はこの部分の前後にわたっても続いています。
なお、この立体交差の近くには長崎市役所などの建物が並んでおり、交通量の多さと役割の大きさが伺えます。東の端にあるこの橋は桜橋という名称で、この立体交差ができた1954年3月に完成したもの。橋には立派な銘板が掲げられ、市長をはじめ幹部の名前も刻まれています。なお、施工した星野組という会社は、現在も長崎市内にある会社のようです。この立体交差ができるまで、軌道はこの北側にある公園の縁を直角に回り込む線形だったそうです。この急勾配を登るのは当時の車両には厳しかったらしく、乗客が押して坂道を上がっていたという話もあるくらいです。そして立体交差ができた当時、この区間の様子は今と大きく違いました。市民会館桜町間の暗がり区間は、東側の立体交差、西側の駐車場、その間の区間の3つに分けられます。このうち駐車場は後から建設されたもので、立体交差より西は普通の切り通しのようになっていたのです。現在、駐車場の左右の道路を行き来する車が多いため、市役所通りの北側の歩道では、交差する道路を渡れなくなっています。この歩道橋は立体交差の上の道路のさらに上にあるため、非常に壮観な眺めです。影が落ちているのが残念ですが、上から見ると模型のレイアウトのようですね。この部分、道路の南側には立体交差から伸びる道路が沿っているのに対し、北側には公園があります。その公園からの眺めがこんな感じです。トンネルの天井のように見えていたこの構造物は、駐車場の床面にあたる場所。奥の方を見ると、東側の立体交差と、その横にある駐車場との取り付け部分、そして駐車場の底面で構造が異なるのがよくわかります。全長およそ170メートルにわたる暗がり区間ですが、現在の姿になった経緯の関係上、この区間は全てトンネルの扱いにはなっておらず、走行する自動車にもライトをつける義務はないようです。ただし、接近する列車を眺めていると、特に奥の方はトンネルにしか見えないのが面白いですね。続いてご紹介する場所が、長崎電気の拠点の一つ、長崎駅前停留場を挟んで先の区間にあります。なお、この停留場は道路の中央にあり、エレベーターでのアクセスができませんでしたが、先日両方のホームにエレベーターが設置され、バリアフリー化されています。完成してそれほど経っていない JR 線の高架を眺めながら併用軌道をバスと並走し、2018年に登場した JR 九州のハイブリッド気動車 YC1 系を遠目に見ながら、先の区間へと急ぎます。次なる目的地は、桜町停留場から8個目の原爆資料館停留場です。三角形の屋根や格子状の模様の入った装飾がハイカラな感じですが、ここでは下車せず、一旦乗り越します。この停留場の手前で道路の中央から出た軌道はさらに道路から離れ、専用軌道を進みます。そしてカーブを抜けてすぐ、軌道の横にコンクリートの壁がそびえます。壁面には蛍光灯が等間隔に並び、トンネルの側面と似ています。ただし先ほどよりも暗がり区間は短いらしく、あっという間に光が差してきます。次の平和公園停留場で引き返します。かつて反対方向の停留場は島式ホームになっており、進行方向右側から乗降していましたが、1961年に改修され、現在では普通の相対式になっています。軌道がポコッと膨らんでいるのには、JR の高架との間に挟まれて十分な場所が確保できなかったことも影響しているのでしょうか。なお、ここは原爆の爆心地に最も近い停留場で、復旧までに2年を要するなど、大きな被害を受けた区間です。列車は先ほどの区間へと戻ります。後面展望も加わると全体像がよくわかります。トンネルは上下線とも一部が掘り込まれ、退避スペースになっていますね。また、天井は鋼材を組み上げた形状で、普通のトンネルとは違うようです。そしてこのトンネルの上にあるもの、それは先ほどのような立体交差や駐車場ではありません。実はこの部分、全体が丸ごと建物の下に収まっているのです。というより、建物の一部がくり抜かれ、そこに軌道が通されていると言った方が良さそうです。上の方にある通り、この建物の名前は、長崎西洋館。オランダ文化の影響を受けた長崎らしい見た目と名前の建物ですが、完成したのは1990年と、それほど昔のことではありません。この建物はカフェやレストランなどからなるビルであり、地上3階地下2階の規模で、
角が落とされている部分があるものの、大まかには三角形の平面形状をしています。そして建物の敷地はかつて78年から長崎電気が駐車場として営業していたものです。その後1985年に策定された都市計画構想の中で、川沿いに高架道路を建設することが決まり、それまで国道沿いにあった線路が西側に移されることになりました。これによって駐車場の敷地が分断されることになり、そのままでは土地の利用効率が下がることから、この敷地に建物を建てることになったのです。そのような経緯もあり、この建物の運営は長崎電気の子会社が行っており、その会社は長崎西洋館の3階に本部があります。また、3階には長崎路面電車資料館もあり、入場無料で見学できます。こうして出来上がった建物の内部を路面電車が貫く独特な線形。これは国内唯一のものですが、先ほどご紹介した桜町の立体交差とは違い、こちらは正式なトンネルとして国に届けられています。その名前は文字通り西洋館トンネルで、長さ74メートル。長さが短いこともあってトンネル感は薄いですが、こちらの方が本物だったのです。先ほどはサクッと通り過ぎてしまったトンネルの反対側へと向かいます。専用軌道上を渡る部分は見通しも悪く、警報機と遮断機が両方あった方が安全ですが、そうはなっていないようです。そしてこの辺りの区間では、JR 長崎本線と並走します。長崎駅前停留場から北ではルートが似通っている両者ですが、左右に並ぶ区間はごく限られています。すぐ右上を、西九州新幹線の開業で役目を終える787系特急かもめが通過です。微妙に噛み合わないタイミングで、蛍茶屋行きの3号系統が通過です。列車通過時はブザーと警告の音声が流れ、通行する人に注意喚起しています。この車両は2004年に登場した3000型で、グッドデザイン賞を受賞した車両です。結構なカントの曲線を小回りの利く連接車体で走り抜けていきます。続いて、総福寺行きの1号系統が通過です。長崎駅前に乗り入れるのはこの2系統で、それぞれ赤と青の色を使っています。総福寺停留場には4号系統も乗り入れていますが、感染症の直撃を受けて日中の運行が取りやめられ、1号系統のみの乗り入れになっています。1号3号の両系統は、日中はおおむね6分間隔で運行されており、2系統が重複する区間では、ほぼ3分間隔の運行が担保されています。ただしそこは路面電車、続行運転になる場合もあり、いつでも均等というわけではないようです。なお、先ほどの桜町立体交差は1号系統しか通らないので、運行間隔はこちらのほぼ半分しかありません。それぞれ違う2つの光景をご紹介してきましたが、この2つの光景が同時に見られるのも、そう長くないようです。変わりゆくのはどちらで、その理由はどこにあるのでしょうか。実は今年6月、長崎電気は、この長崎西洋館を閉鎖することを明らかにしました。オープン以来、年間200万人前後で推移してきた来場者数でしたが、2000年代に競合となる大型商業施設が続々と開業したことで客足が衰え、2020年には68万人にまで落ち込んでいました。今年に入ってからは大手のテナントの撤退も続き、全部でおよそ30区画あるところ、営業中なのは14区画のみとなっていました。建物自体はオープン以来もともと赤字であり、不動産部門などの利益で支えてきたのですが、感染症の影響で本業の路面電車が大打撃を受け、一部系統の本数削減にまで踏み込んでいる中、テナントの退去が続く西洋館をこれ以上支えるのは難しいと判断されたようです。先ほどのカットでは空き地になっていた場所にはすでに大規模商業施設が完成しており、時代の変化を感じさせられます。土地と建物は売却も含めて検討するそうですが、今の路面電車の軌道を変更する予定はなく、建物を取り壊したりリニューアルする場合も、列車の運行継続が前提になりそうです。新幹線の開業と入れ替わるようなタイミングで、開業から30年余りで一区切りを迎える西洋館。長崎に来た時には、ぜひ訪れてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。